皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は富士見ホンダオデッセイの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリアー2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装、3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合は最悪塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては2回の工程。まずはペーパーヤスリ2000番で水取りをし、次にラプロスの研磨クロス6000番8000番と番手を上げ水取りをしていきます。個人的な鏡面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、パーツ表面の層を軽く剥がす、または一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカにはなりません。ですのであくまでも軽く1周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周、最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用し、ツルピカにし完成としています。続いてこちらハイキューパーツのサークルマスキングシートを使い、ウィンドウ内側の黒セラミック部分のマスキングを行っていきます。今回初めて使うこちらのマスキングシートはあらかじめ丸型にミリ単位でいくつかの大きさでカットされており、サイズも S、M、L と分かれていて幅広い用途に使用できそうです。
こちらを使用し、クロセラ部分の R がついた箇所をマスキング。R がない箇所は曲面追従型と通常のマスキングテープを使用しました。塗装を終え、マスキングを剥がしたところ、しっかり塗り分けができていて、水性ペンを使用し転写させる普段の工程より確実かつ綺麗にマスキングができたかと思います。 R がたくさんあるパーツなどでは簡単にマスキングできるこのシートは今後のスタメン入りとし重宝していきたいと思います。最後にグリルのエンブレムをクロームマーカーで塗装をし完了です。続いてシャシーとボディの合体と長谷川ミラーフィニッシュの貼り付けです。合体前にまずはボディに対しウィンドウを接着していきます。今回のウィンドウパーツですがボディに歪みがあり合いが悪かったのでフロントのみ切り離しそれぞれを接着。長谷川ミラーフィニッシュの貼り付けに関してはフロントヘッドライトのリフレクター部分とグリルのメッキ部分へそれぞれカットしたものを貼り付けました。そしていよいよシャシーとボディの合体。リアからはめ込み問題なく合体完了です。そしていよいよ最終仕上げの工程です。シャシーにボディが乗ったものにヘッドライトやドアミラーなど細かいパーツを取り付けていきます。まずはドアミラーから。ミラー面にはミラーフィニッシュを貼り付けました。ヘッドライトなどのクリアパーツにはゴムパッキンの表現としてブラックのマーカーの腹部分を利用し縁取りを。リアテールやウインカーには裏面から透け防止としてエナメルシルバーを筆で塗っておきます。続いてサンシャインルーフとサンルーフを取り付け接着が固定するまでの間にボディに対し墨入れを行っていきます。墨入れ塗料がはみ出してしまった箇所はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り修正をしていきます。ルーフモールを接着している間にあらかじめ開けておいたキーシリンダーの穴にアドラーズネストブラインドリベットヘッドを取り付け、ヘッドライトの穴にはインセクトピンの先端をカットしたものを取り付けランプの再現としてみました。フロントパーツをサクサク取り付けウィンカーにドアミラーリアパーツを接着し自作したホンダのエンブレムデカールを貼り最後に軽く磨いて完成です。学生時代よく先輩に乗せてもらっていたこちらのオデッセイ。当時業績が低迷していたホンダにとってはその業績を回復させるほどの大ヒットとなったモデルだそうで街中ではたくさん見かける車でした。このキットを調べながら作りシビックやアコードステップワゴンや SMXトゥデイやシティに共通する部分が多いことにびっくり。まさに時代に合わせ作られるべくして作られた低ルーフミニバンブームの火付け役。ここから現在に至るまで
時代のメインはミニバンということもあり、歴史を作った一台といっても過言ではありません。そんな背景をもとに歴代のホンダ車と共に撮影をし、初代オデッセイの制作を終えたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。